皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日は11月のベランダ多肉を見ていくことにします。寒さにあたりベランダの多肉も少しずつ紅葉し始めました。そして先週やっと黒の遮光カーテンを外したところです。今はこの寒冷紗のみとなっていますが、この寒冷紗、先月の終わりに降った雹で穴が開いてしまい、その後の強風で見事に裂けてしまいました。そして毎年夏になると調子を崩していたこのパールフォンニュルンベルグは今年の夏越しは大成功でした。そして若干デベソ気味なのが気になるピンクベラです。小株が2株ついていたんですが、茎が長く伸びてしまっていて、ちょっと気になったので株元を覗いてみると、なんと螺旋状にこぶいていました。これにはびっくりしました。小株を大きく育てるためにも早めに胴切りした方が良さそうですね。ちなみにこのトレイの多肉はリエールさんのタニフェスで購入したものになるんですが、水玉も元気に夏を越してくれました。残念なのは夏の間にコブが消えてしまったことかな。もともと購入した時から大きい株だったこのイラストも、もう少し寒くなるとどんな紅葉を見せてくれるのか、今からとても楽しみです。このマーブルは購入するときに多頭になっているものを選び株分けしたものになりますが、こんなに成長していました。ちなみに株分けした時の写真がこちらです。そしてこのロータスはタニフェスで購入したものではありませんが、くるっと鉢を回してみると横についていた小株も結構大きく育っているので、これもそろそろ小株を外してあげないとちょっと窮屈そうですね。その下のロイヤルプリティはプリップリ、ドルフィンはまた小株が増えたかな。隣のミニマハイブリッドは親株がだいぶ小さくなってしまいました。これは親株を胴切りした方が良さそうですね。このトレイの奥のスイートプリンセスはやっと成長点の方から綺麗な葉に戻ってきました。夏は毎年葉が汚くなってしまうこのスイートプリンセスですが、どうしたら綺麗な葉のまま夏越しできるのか、知っている方がいらっしゃったらコメントしていってくださいね。多頭のこのモンローもかなり大きく成長しました。そういえばこのラウイも葉ざしを取って増やしておきたい多肉の一つなんですよね。奥では緑亀の卵が新芽を出して少しずつ成長しています。そして三類の葉の途中に枯れ葉があったので取ろうと思ったんですが、まだしっかりついているのでここは無理せずそのままにしておきました。ベランダの一番奥のスイートプリンセスもやはり葉があまり綺麗ではありません。毎年冬の間に綺麗な葉になり、また夏にこんな風になってしまうんですよね。
ダスティーローズもいつの間にか小株が大きくなっていました。ちなみに購入した時のダスティーローズはこんな感じでした。そしてカンテたちは成長点付近の葉がだいぶ短くなってきて冬支度に入っています。そしてこのブランコ、胴切りしようと思っていたのにすっかり忘れていました。このブランコも茎が長く伸びてしまっているんですよね。ベランダの多肉はついついお世話を忘れがちなので、このブランコもピンクベラと一緒に胴切りしたいと思います。2階に上がってきたついでにアガペの様子も見ていきましょう。右が私のペットキャットビーズルです。そしてその隣が旦那の白芸とペットキャットビーズルです。旦那のアガベと言いつつも結局は水やりなどのお世話は私がしています。購入してから一度液費を上げていますが、ほぼ変化なしといった感じでしょうか。とここでアガベの鉢に葉が落ちていて、すでに小さな芽と根が出ていました。何の多肉だかはわかりませんが、とりあえず元の位置に戻しておきました。そういえばベランダで使っている雨よけのこのビニールシートですが、糸が入っていて強度があると思っていたんですが、丸2年外に置きっぱなしにしていたせいか、とうとう穴が開いてきてしまい、しかもちょっと触っただけで最近ではポロポロとビニールが崩れ落ちてきてしまうほど劣化が進んでいます。特にこれからはこのベランダの多肉たちの寒さ対策として直接多肉に冷たい風が当たらないように風よけにも使っているため、今年の冬は新しいビニールシートで多肉を保護したいと思います。ブルーエルフも水やりをして一気に葉が増えた感じがします。10月のベランダ多肉と比べてみてくださいね。そしてびっくりしたのがこのミッシングユーとこっちのスパイシーです。いつの間にかこんなに大きくなっていました。もともと大きい株ではあったんですが、葉が開いているせいか余計に大きく見えました。そしてこの白バラは今年初めて購入したので、この子もどんな紅葉を見せてくれるのか今から本当に楽しみです。ここにも双子のモンローちゃんがいました。葉がプリップリで可愛いです。この七種の石化のようにたびたび我が家では石化になってしまう多肉がいますが、よく見ると小株も石化してきている気がします。ビクトリーも成長点付近がピンク色に紅葉し始めています。隣のサフランはまた葉が増えてきたので、葉差しで増やしておこうと思います。はい、ということで今日はベランダの多肉の様子とアガベの様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。これからますます多肉が紅葉してきて、ベランダも華やかになってきます。とここでちょっとこのナッシュビル、葉が半分に折れてというよりは
葉が折れたまま生えてきている感じです。こんな変わった葉で生えてくる多肉は初めて見ました。皆さんの多肉ちゃんでこんな風に葉が生えてきている多肉ちゃんがいたらコメントで教えてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。